解剖学のテストに向けて頑張りたいなって思ってるところなんですが、16時間半ぐらいできたかな。ストレスいっぱい。でもこれまだあと1週間あるんだよな。しんどいね。終わった。追試になったらもう一回勉強できるドンってことで頑張ります。大家好、皆さんおはようございます。ボーフェです。ちょっといつもと違うオープニングなんですけど、ここは北京大学の西門ですね。正門、石碑がある西門の裏側になってます。オープニングの途中ですが、ここで今回の期末試験のスケジュールをおさらいします。3年生前期の期末試験では、1月2日流行病学、4日解剖学、8日薬理学、10日心理学、11日病理学というスケジュールになっています。前回の動画では1月2日から4日まで解剖学の試験に向けて勉強する様子をお届けしました。今回の動画では1月5日からの心理学、薬理学、病理学に向けて勉強する様子をお届けします。それでは続きをどうぞ。今朝9時ちょっと回ったぐらいなんですけど、カフェで勉強していきます。それでは行ってきます。よいしょ。電動チャリで15分くらいの場所にあるカフェに来ました。ここはカフェ Vlog では紹介してないんですけど、自習専用のカフェで環境がとても整っているので快適に勉強することができます。この席にします。こんな感じでタイムラプス回します。インナーティーが来ました。これで夜まで頑張ります。もう1時近くなったのでお昼ご飯食べに行きます。ちなみにこうやって料理やってたんですけど、問題暗記作りながら解説を見ながらパワーポイント見ながらって感じでやってました。ご飯食べに行きます。マックに来ました。安心してください。中国にもちゃんとマックあります。注文します。何食べようかな。セットかな。普通にダブチーとチキンナゲットかな。届いたので食べます。いただきます。ちゃんとダブチ。日本と変わらない味。美味しい。料理何章までやった？チキンナゲットです。ちなみにダブルチーズバーガーのポテトチキンナゲットコーラセットは57元かける20してもらうとだいぶ高いですよね。1140円です。日本のマックもちょっと値上がりしてるから同じぐらいかな。ちょっと中国の方が高いかな。中国は外国の製品がすごい高いイメージがあります。だから中国で食べる日本料理は結構高いです。ちなみに病理学、さっき勉強してた病理学は病の断りって書いて病理なんですけど、病気になる原因を調べたり、それに対してのアプローチとかを勉強しています。臨床医学にすごくつながる大事な部分だと思うので、ちゃんとやっていきたいですね。ちょうど解剖学の勉強もしてたので、その部位ごとの関わりとか、特に部位のイメージがすごいつきやすくて、解剖と病理がすごいつながる感じもして、すごい面白いです。勉強してて。ナゲットも美味しいです。ごちそうさまでした。じゃあカフェに戻って勉強再開します。気分転換に場所変えてきました。このテーブルすごくて、昇降式のこのスタンディングデスクもできるやつです。めっちゃいい。牛肉カレーが来ました。2時ぐらいから5時間ぐらいずっとやってた。ちなみに勉強の進捗の方は病理結構終わって、あと 2,3 時間したら一周終わるかなって感じです。終わったら薬理学の勉強していきます。友達と一緒にご飯食べようと。いただきます。ごちそうさまでした。勉強戻ります。
今ちょうど循環器とかの病理を勉強してたので、皆さんになんかアウトプットできればなっていうので回しました。皆さんがよく知ってるのだとエコノミー症候群とかがあるかなって思います。まあ聞いたことあるかなって思うんですけど、どういうことかっていうと、体の中でできた血栓、血の塊が静脈を通っていって肺とかで詰まっちゃうっていう病気になります。これ、特に今現在能登半島地震とかで被災されて避難所生活をされている方とかがかかりやすい、またあと飛行機長時間乗ってる人とかかかりやすい病気なんですけど、なんでかっていうと血って固まっちゃうからなんですね。皆さんも小さい頃怪我した時とか、血が止まってかさぶたになってっていう風な経験あると思うんですけど、血はほっとくと固まるんですね。これもし長時間動かなかったりすると、特に下半身とかで動かないと血流が滞ってしまって血が固まりやすくなってしまいます。その固まった血栓が静脈を通って流れていって肺とか細い動脈の方で詰まっちゃうっていうのが起こり得ます。なので、予防するためには長時間座ったり長時間動かないときはできるだけ 2,3 時間に1回は下半身を動かしたりとか運動したりすることと水分をしっかり摂ること、負荷が上げられます。皆さんも気をつけていってください。閉店するんで帰ります。もうすぐ10時です。帰ります。暗閉店までいましたね。帰って最後終わるまでやっていきたいと思います。頑張れ。それじゃあカフェの続き勉強していきます。おはようございます。ちょっとしっかり寝ちゃいましたね。もう9時もあったんで、さっさと着替えてカフェ行って勉強します。テーブルの QR コードからこうやって注文できます。アイスコーヒーにします。じゃあ勉強開始します。お昼の時間なのでお昼ご飯食べに行きます。ちょっと吉野家に行こうと思います。中国北京にも吉野家あります。吉野家です。今日本人と韓国人の友達たちとご飯食べてます。チンジャピゴパ恥ずかしい。恥ずかしい。じゃあ吉野家の並頼みます。牛丼並と、でも温玉美味しそうだな。温玉つけちゃおう。茶碗蒸しも美味しそう。茶碗蒸しつけちゃおう。牛丼食べました。牛丼並です。茶碗蒸しと温玉付き。こうやって番号を呼ばれるんで、それで取りに行きます。チンジャペゴパ。チンジャペゴパ。チンジャペゴパ。めちゃお腹すいたです。そうそうそう、お腹すいたです。何頼んだの？何頼んだの？あ、我有记。你点了什么？啊，すき焼き。すき焼き。おお、美味しそう。美味しい。めちゃ美味しい。你这是哪个？やお。哎，那个齐了啊，米饭不够免费续。ご飯無料でおかわりできるみたいです。すき焼きはこんな感じで各テーブルに IH っていうのがついてて、こうやって自分の席で温めて食べることができます。美味しそうですね。いただきます。うまそう。日本と変わらない味、美味しい。ちなみにマックも一緒ですけど、吉野家も日本料理で海外料理になるので、こっちはちょっと高めです。1杯これ600円ぐらいかな。牛丼並みが600円ぐらいになります。おー、全部入れた。美味しいですね。まだ食べてないじゃん。やめ。あ、見て。あ、美味しそうですね。美味しそう。ごちそうさまでした。ちょっと口がしょっぱくなっちゃったんでアイス食べに行きます。マクドナルドにアイス買いに行きます。今日天気いいな、空気もいいな。刚好。在我那边呢，理解。我那边呢。冬に食べるアイスも美味しい。よし、カフェ戻って勉強再開です。金家戳。对，金家戳。あちゅちょん。何してんねん。さっきの韓国人の友達がお菓子くれました。こんな感じでパワーポイント見ながら
この内容を GPT に入れて聞いたりしてます。ご飯来ました。連日ここで夜ご飯。今日はカレーですね。食べながら料理やっていきます。ちなみに今日上がるこの動画、今からストーリーも告知していきます。この動画今回初めてお仕事をいただいて、カフェも3軒回っていろいろ撮ったので、ぜひぜひ見てください。おすすめです。閉まるみたいなんで帰ります。今日はですね、昨日作ってた料理の復習と、明日1日詰め込むヤクルトの準備をしてました。よし、帰ってからももうちょい続きやります。お疲れ様でした。ただいま眠くなったらシャワー浴びて続けていきます。のびのびと背伸びの運動から。午前4時になりました。昨日準備した暗記を使ってアウトプットして復習をしてました。こんな感じで A4 の裏紙に書き殴って復習してました。そうですね、割と覚えられたかなと思うので、髪乾かして寝て、明日また早起きして最後何週か詰め込んでテスト臨みたいと思います。お疲れ様でした。おやすみなさい。しんどいのよ。いや、だからみんな登録してほしいな。ファイナルデイ合格すれば合格、落ちたらもう一回ちゃんと勉強しますと。